こんにちは、ミッキーです。今回は新名所が続々登場しています日本橋エリアからカフェを6選ご紹介したいと思います。江戸幕府開府とともに城下町として急成長を遂げてきた日本橋なんですけれども、全国各地から商人や職人が集まったと、そういった歴史背景もありまして、金融街としても栄えていますし、様々な物資が集結してきたような背景を感じられるような、たくさんの文化を感じられるような空間になっています。そんな日本橋なんですけれども、近年注目のカフェを含めたくさんのお店がオープンしておりまして、商業施設も含め楽しめる空間がたくさんありますので、ぜひ今回の動画を参考にしていただいて、日本橋エリアで新しい発見をしていただきたいなと思っています。東京駅から近いところもお勧めできるポイントになってます。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずご紹介しますのは2021年の7月にオープンしたばかりのカフェ黒沢文庫さんでございます。こちらは日本橋の駅からすぐのところにあるお店になっているんですけども、モーニングがとてもおすすめでございまして、30分限定ではあるんですけども、ドリンクを注文された方はモーニングを無料で楽しむことができるというところで、その点が特におすすめしたいポイントになっています。本とコーヒーとインクの匂いがコンセプトのどこか懐かしさを感じるおしゃれな空間になっていまして、店内入っていただくとたくさんの書物と本の世界を体現したような昔ながらのインテリアやこういった古時計なんかが飾られていて、どこもかしこもインスタ映えになっているところもおすすめできるポイントです。文庫本はもちろんのこと、テーマに沿った本もたくさんありまして、店内の本は全て読むことができます。コーヒーは世界最高品質のコーヒーを追求するミカフェートが黒沢文庫のためだけに作ったスペシャリティコーヒーを味わうことができまして、時間ごとに違った味わいになっています。こちらは店内にあります空間を映しているんですけども、宮沢賢治さんの雨にも負けずと書かれたような文章もあったりで、こういったところもですね、世界観を表現してくれているのかなといったところでございます。で、このメニュー自体も昔ながらの雰囲気を感じられるような手書き風のメニュー表になっていまして、こういったところを眺めているだけでも楽しむことができるかなと思っています。で、先ほど申し上げていたようなコーヒーなんですけども、こんな感じで朝昼晩で違ったブレンドを楽しむことができますので、そのあたりの味の違いも感じてみていただけるととてもいいかなと思っています。もちろんウィンナーコーヒーなんかも良さそうですよね。そしてこちらはこの日にいただきました文庫ブレンドと、あとは無料でいただくことができましたモーニングでございます。で、コーヒーも結構ボリューミーにいただくことができまして、皆さんが普段イメージされるようなコーヒーのサイズに比べて大容量にいただくことができるので、朝からコーヒーをじっくり味わいたい方なんかにもとてもお勧めできるかなと思っています。で、こちらはこの日のモーニングでいただきましたチーズトーストになってるんですけども、トーストの種類も選ぶことができますので、お好みに応じて選んでいただきたいなと思っています。あと、こちらの店では以前に銀座編でご紹介したトリコロールさんのようにカフェオレをダイナミックに注いでいただくようなサービスもありますので、ぜひ気になる方はそちらの方も試していただきたいなと思っています。ぜひこの世界観を日本橋で感じてみてください。続いても本の空間と一緒に楽しむことができますカフェをご紹介していきます。こちらは創業140年を誇る老舗書店である丸善さんとカフェドクレアのコラボカフェになっています。丸善さんの店内にあるカフェになってるんですけれども、丸善創業者の林雄適さんが考案したとされる元祖ハヤシライスを味わうことができるカフェになっています。なので普段はドリンクを中心に紹介しているこのチャンネルですけれども、こういったハヤシライス、ぜひ本格的な味わいを楽しんでみるといった目的でご活用いただきたいような、そんなお店になっています。で、こちらではハヤシライスの他にもこういったパフェを楽しむことができたりとか、もちろんコーヒーや紅茶もじっくりと楽しむことができますので、書店に訪れた際の休憩スペースとしても十分にご活用いただきたいなと思っています。福沢諭吉の門下として知られていました林雄適氏は、文明開化に対し前向きな人物で、早くから洋食屋によく通ったということでございます。非常に舌の肥えた人物でございまして、料理の味で料理人が関わったことを当てたという逸話もあったりということでございます。そんな林さんが自宅を訪れた友人に牛の細切れ肉と野菜をごった煮にし、白米を添えた料理を振る舞っていました。それが後のハヤシライスだということでございまして、こちらのハヤシライスがそれをイメージして作られているということでございます。メニューは常に丸善の歴史を楽しめることと栄養バランスを重視することをテーマとしていることでございますので、ぜひそのあたりを含めて楽しんでほしいなと思ってます。続いてご紹介しますのは2020年2月にオープンしたばかりのスイッチコーヒーさんでございます。こ
こちらは茅場町のエリアにありますお店でございまして、日本橋兜町東京証券取引所の真横にある K5 に併設のおしゃれカフェになっています。この K5 はホテル、レストラン、バー、カフェが入居するマイクロ複合施設になっていまして、1920年代に建設された銀行をリノベーションしてオープンしたということでございます。この K5 という名前も兜町第五平和ビルという旧名称から来ているということでございます。こちらのスイーツコーヒーさんなんですけれども、動画の撮影はちょっと NG だったので、写真のスライドショー形式でご紹介させていただいています。で、店内は緑あふれる空間になっていまして、こういった空間を楽しめるというところも贅沢なポイントなのかなと思っています。で、この空間は植栽演出集団であるヤードワークスがアレンジした植物だということでございまして、その点も注目になっています。こういったフィルターコーヒーは世界中の産地から品質で選び抜いたコーヒーを生産者から直接買い付けているというこだわりっぷりでございますので、ぜひそのあたり楽しんでほしいなと思ってます。続いては2021年8月にオープンした注目の抹茶専門店アトリエ抹茶さんでございます。こちらも日本橋エリアの中の人形町駅近くにあるお店になっています。抹茶のサードウェーブを世界へというコンセプトのもと、世界で広がる抹茶ブームをさらに盛り上げるべく、日本で育まれた抹茶本来の美味しさと文化を楽しめる体験を提供してくれます。京都宇治の山政小山園初の抹茶カフェ事業として日本橋人形町にオープンしたプレミアム抹茶カフェだということでございまして、山政小山園さんのこだわりの抹茶を楽しむことができます。山政小山園さんは江戸初期より地縁を持っていて、茶の栽培から引き上げまで一貫した抹茶の製造を行う創業160年の製茶の問屋さんだということでございますので、その味は間違いないかなと思ってます。こんな感じでお土産に買っていただけるようなグッズとか抹茶もありますので、ぜひそのあたりも気に入っていただいた方は買っていっていただきたいなと思っています。メニュー表もこんな感じでこだわりのメニュー表になっていまして、この抹茶へのこだわりも含めてじっくりと確認することができますので、ぜひご覧になっていただいて、自分が食べたいものとかも選んでいただきたいなと思っています。抹茶にこだわりがあるというふうに申し上げたんですけれども、抹茶をベースに様々なパフェメニューですとか特製ドリンクですとかが考案されていまして、抹茶を楽しむというところを何よりも大事にされているところも嬉しい部分になっているのかなと思っています。そしてこちらはこの日いただきました抹茶ラテとテリーヌでございます。こちらの店では有料品質の選抜や茶道各流派のお家元に18の茶名、つまりお家元ごとにブレンドする銘柄を取り扱っているということでございまして、全国1000を超える茶の小売店や茶道具店をはじめ様々なところに卸しているような抹茶になっているということでございまして、その影響力は半端ないものかなというふうに想像しています。で、この抹茶のテリーヌもですね、しっかりと抹茶の風味を感じることができまして、割と小ぶりながらも満足感たっぷりにいただくことができますので、せっかくの機会なのでドリンクと一緒に楽しんでいただくととてもいいかなと思っています。他のスイーツもとても美味しそうなものがたくさんありましたので、お腹の空き具合と相談して頼んでいただきたいなと思っています。続いてご紹介しますのは浜町から浜ハウスでございます。こちらは2020年の12月にオープンしたお店になっていまして、街のリビングとなる場所をコンセプトとしたカジュアルカフェになっています。こちら5メートルの高さがある白い本棚と入り口に並んだこちらの緑の盆栽が印象的な全面ガラス張りの開放感あふれる店内がとても心地よい空間になっています。こちら今映していますような1階は天井が高いブックカフェになっていまして、2階に登っていただきますとシェアキッチンがあったり、3階に登っていただきますとシェアオフィスがある空間にもなっているということでございます。こういったトータルな空間を含めまして浜ハウスというふうに表現されているのかなと思っています。で、こちらは本も注目になっていまして、今回の日本橋編の動画ではですね、本にまつわるような空間をたくさん感じることができるかなと思っています。で、さらにこちらのメニューはですね、非常に健康にこだわったメニューを楽しむことができまして、ヘルシーなデリプレートなどシェフ特製のフードメニューを楽しむことができますし、バリスタさんが入れていただけるスペシャルティーコーヒーも楽しむことができます。コーヒー豆は静岡のイフニロースティング&コーさんがブレンドしたグッドバランスだということでございまして、コーヒー好きな方も必見なコーヒーメニューになっています。そしてこちらはこの日いただきました合いかけカレーでございまして、半分に分けて違った味のカレーを楽しむことができる特徴的なメニューになっています。さらにこちらの空間ではジャンルを超えた様々なイベントも開催しているということでございまして、ワーカーや住民問わず様々な人が集まる交流の場となっているということでございますので、そういったイベント情報もぜひ確認してみてください。ちなみにコーヒーのテイクアウトもできるということでございました。そして最後にご紹介しますのは2021年10月にニューオープンしましたシングル O 浜町カフェでございます。こちらも先ほどの浜ハウスさん同様浜町にあるカフェになっているんですけれども、2014年に両国にオープンした
焙煎所兼テイスティングバーシングルオージャパンの系列店になっています。今回オープンしたこちらのシングルオー浜町カフェさんはフラッグシップ店としてオープンしたお店でございまして、日本初導入のサービスであります様々なシングルオリジンのスペシャリティコーヒーをクラフトビールのようにタップから提供してもらうことができるサービスが注目になっています。1杯300円というお手頃価格でいただくことができますので、そういった値段の部分もとても嬉しいです。こちらが今申し上げましたセルフサーブのフリープはコーヒーオンタップバーというものでございます。こんな感じでタップからコーヒーが注がれていくという空間は日本でもここだけだという認識でございますので、ぜひ試してほしいなと思ってます。シングルオーさんは2003年にカフェ文化が根付くオーストラリアのシドニーのサニーヒルズでできたということでございまして、レジェンダリーカフェと呼ばれるほどにまで成長したカフェでございます。フードはオーストラリアと日本の好物を融合したメニューを意識しているということでございまして、特にオーストラリア発祥のホットサンドイッチ、ジャッフルなんかも注目だということでございますので、合わせて楽しんでいただきたいなと思ってます。以上、今回は日本橋からおすすめカフェを6選ご紹介させていただきました。今回ご紹介したカフェは2年以内にできたカフェがほとんどだったかなと思っていまして、結構カフェ好きの方なんかでも知らないカフェがもしかしたら多いかなと思っています。この春の季節に東京駅に来られた方なんかは、東京駅を中心に知りたいお店なんかがあるかと思いますけれども、銀座とかとはまた違った雰囲気を楽しめる日本橋の空間を東京駅から徒歩圏内で楽しむことができますので、ぜひ今回の情報を参考にしていただいて、東京の少しだけディープな空間に触れていただきたいなと思っています。特に大河ドラマ好きの方なんかは、昨年やっていた青天を衝けの舞台ともなっている渋沢栄一さんとゆかりが深いような空間もたくさんありますので、そういったところも楽しめる空間になっているかなと思っています。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。